とにかくモテたかった。7回ぐらい告白して全部振られてるからね、中学時代。だから実は私も好きでした、中学から好きでしたって言われて、はあみたいな。今日中庭でヘチマを投げた人職質来なさいみたいな言われて。どうも、格闘家の三上henry大地です。今日は1歳からの振り返りということで、中学高校編やっていこうと思います。幼稚園から中学校まで一貫の大学の付属の中学校だったんですけど、まあいわゆる地元では結構頭のいい人たちが集まるところで、テスト勉強とかも1ヶ月前からやんないとちょっと悲惨なことになるような学校でしたね。個人技で対人競技がやりたいっていうことで柔道部に入ろうと思ったんですけど、中学校に柔道部がなくて武道だったら剣道部があるから剣道部入ろうって剣道部に入ったんですよね。で中学2年まではあんまり全然練習も真面目にやんないし、何してたんだろうね。なんでその柔道部に入ろうと？いやだから格闘技やりたかったから。そう、対人競技、個人競技で対人競技、なんとなくね。なんとなく強くなりたいとかないかな。中学2年まではね、割と勉強をすごいしてたかな。じゃあ勉強は結構できる？いやどうなんだろう。でも学年みんな頭いいからね、基本的に190人ぐらいいたかな。の中で20位とかそんぐらいあったかな。そんな飛び抜けてって感じじゃなかったかな。どんな性格の子だった？中学時代は面白かったらモテると思ってたんで、めちゃくちゃクラスの中でふざけてましたね。モテたかったね、中学の時は。モテませんでしたね。多分面白さがちょっとダメな面白さだったのかな、分かんないけど。面白くなかった？いや面白かったんだって。いや分かんないけどね。いやでも持ってたでしょ。モテないだって7回ぐらい告白して全部振られてるからね、中学時代。3年同じ子に3年違う全部違う子。ヘンリーだったら分析すると思うんだけど、その7回振られた要因。いや全く分かりません。はい、未解決事件です。はい、迷宮入りですね完全に。はい、坊主にしたから関係ない。坊主なんかみんなが髪にこうやって伸ばしてたからガリ弁ばっかだったから、俺だけちょっと気合い入れようと思って剃ってましたね。それかな、もしかしたら分かんないけど。じゃあその学校のクラスでは結構そのおちゃらけお調子者みたいな、そうですね。割とムードメーカーみたいな立ち位置ではいましたけど。反抗期とかはまだ中学ぐらいだったね。反抗期なかったような気がしますね。多分高校ぐらいからじゃないですか。でも高校はもう北海道で親元離れてるし。でもその当時の将来の夢とか中学3年生で剣道頑張ろうって思った時は、そこからなんか警視庁に行きたいと思ってましたけどね。剣道で警視庁行って世界大会優勝したいなとか考えてたけど、それは中学3年生からで、中学 1,2 年はもうほんとぼーっとしてましたね。とにかくモテたかった。7人告白したって、一番好きだったことっていうのは？いやなんかね微妙ですよね。本当に好きだったかどうかっていうとちょっと分かんないかな。とりあえず付き合ってみたいキスってどういうものなんだろうみたいなのを知りたかっただけだったと思う。そう大して何も考えてなかった。だからなんかいけそうな人を狙ってたみたいなところあるかもしれないですね。この子なら OK してくれるんじゃないかみたいなしたら全部振られるっていう、本当にだからこそ未解決事件なんですけどね。中学時代の親友的なものっていう親友はいないですね。当たり障りなくみんなに接してるけど、なんか特に深い仲の人はいなかったですね。中学の時に、今でも覚えてる事件。なんか中庭に
でっかいヘチマが植えてあって、でなんかわかんないけど遊んでる時に投げたんですよ、ヘチマを。そしたらなんか中学1年生の女の子の目の前にドーンって落ちて、でそれなんか女の子腰抜かしちゃって、その子のとこ行って「本当にごめん」みたいな「ちょっとふざけてたんだ」みたいな「あ大丈夫です」とかって言われたんで「あ本当にごめんね」って、それで事なきを得たと思いきや、放課後になんか「今日中庭でヘチマを投げた人職員室来なさい」みたいな言われて、で「あヘチマ投げた人です」って言って職員室行って、そしたらなんか「お前何やったのか分かってんのか」みたいな。はい、ヘチマ投げましたみたいなヘチマ投げましたじゃねえだろみたいな感じで怒られて、剣道は何のためにやってんだみたいな、いやヘチマを投げないために剣道をやってないですみたいなっていうふうに答えたら、なんかお前礼儀作法じゃないのかみたいな言われて、ああ確かにその通りだと思います、次回からはちょっとヘチマを投げずに入れるような礼儀作法を身につけたいと思いますみたいな感じで言ってて、まあこう釈放されたんですけど釈放、解放されたんですけどそれぐらいですかね、一番印象に残ってる出来事って言ったら。中学時代はじゃあ剣道っていうところで言うと力を入れて、入れてない全然入れてない。だって中3で頑張ってようやく県3位とかになったんで、まあ、東北大会も行ったけどなんか2回戦とかで負けたのかな。大して成績があったわけじゃない。もう全然市内の大会でも全然上がれないやつが県3位になってみたいな。ここはまあ中学校が結構ガリ勉の中学校だったのとこう反対で、もう偏差値49とか48とか49のスポーツ学校ですね。私の代で全ての部活がインターハイ行きましたし、あと強化部って言って寮が設置されてる部活があるんですけど、強化部に関してはみんな何かしらの全国大会でベスト8以上にはなってますよね。みんな運動神経いいやつらが集まる高校でしたね。今度は逆に。あそこでも勉強は結構やってやってないです。もう部活で忙しくて、入った時は中学の貯金があるんでずっと学年1位なんですけど、高校2年の後半あたりからその均衡が崩れ始めて、最終的には学年10番とかには落ち着きましたね。中学ではおちゃらけキャラみたいななんですけど、教室でのキャラみたいな。高校1年の時はマジで死んでましたね。もうとにかく部活のためにエネルギーを貯めておくみたいな感じでしたね。高校の上下関係が厳しくて、部活自体も朝と夜部活があるから、なるべく授業は寝て過ごしたいみたいな感じでしたね。結構授業中は寝てることを。高1の時はそうですね。高校の時に夢中になってたずっと剣道やってたかな。だから高校で入った時に一番弱かったから、世界大会とかそんなこと言ってらんねえなみたいな感じになって、でもなんかこうぼんやりこう俺強くなれると思うんだけどなみたいなのがずっとこうあって、それに対してすごいこう努力をしたというか、休日土日に関して言うと、もう練習終わった後ご飯食った後に点呼が9時なんですけど、8時ぐらいまで練習して、だから練習がだいたい朝の9時から1時ぐらいまでやって、そこからご飯1時までご飯食って、で1時半からもうまた自主練して1時半から7時半8時ぐらいまで練習してましたね、ずっと一人で。でそれはもちろん強くなりたいっていうのもそうなんだけど、寮に帰ったら先輩いて先輩にいじめられたりなんか使いっ走りにされるから、それも嫌だし怖いしね、先輩会いたくない、基本的に先輩となるべく先輩に会わずに過ごすみたいな感じでやってたっすね。誰しもが多分高校1年の時はきついと思うんですよ。でもその上の先輩からしたら、いや俺の方がもっときつかったしみたいなっていう風になっていくと思うんで、まあ俺からしたらきつかったけど、まあ、他の人からしたら別に大したことなかったのかなと思うし、分かんないけど。高校の時の恋愛事情、初めて彼女ができたのは高校1年生の時で、それこそなんか中学校の時にその学年のマドンナみたいな子がいたんですけど、
私この子は絶対無理と思って告白しなかった子がいて、その子となんか分かんないけどなんか連絡を取り合って、で好きですって伝えたら、実は私も好きでしたみたいな、中学から好きでしたって言われて、はあみたいな。でそれで青森と北海道で遠距離になったんですけど、高校がそういう具合だからデートも2回ぐらいしかしなかったのかな。で終わりましたね。それが初恋で、それ以降は告白したら全部 OK されましたけどね。なんで中学の時あんなだから未解決事件なんですよ、本当に。なんか変わったんですかね。なんですかね。まあでも青森って田舎だから、私みたいなこういう顔の人間ってすごい珍しいというか、ちょっと受け入れられないんじゃないですか。わかんないけど。それが北海道に移ったことで。そうそう、割ともうちょっとオープンになったというか、もうあんのかな、わかんないね、全然。高校時代のなんかすごい仲良かったシーン。まあ強いて言うなら一人いますけど、柔道部のやつでしたね、そいつは。アホですね。はい。そいつと私が高校3年生で一緒になったんですけど、クラスで一番最初の出会いが結構きつくて、高校1年の時に私がもう先輩怖いってなってた時に、柔道部の先輩になんか食堂でお盆なんか飯こうやってこぼしちゃったのかな、先輩の服に。でやべえと思って「すいません」みたいな感じでめちゃ謝って、そしたらなんかそいつはめちゃ仕事できるやつだったんで、自分が謝ってる間にすぐ雑巾持ってきてこうやって拭いて「大丈夫ですか?」みたいな、先輩にこうやってやって、で私はただ謝るばかりで、寮で顔見知りぐらいだったんですけど、そいつになんか「さっきはごめんね」みたいな感じで言ったら「お前さもうちょいさ先輩のこと考えろよ、だからお前そんなんだろ」みたいな。全然ビクビクしてみたいな、どうしようもねえやつだな、全然お前仕事できねえだろみたいな、めっちゃ度胸詰められて「あ、すいませんごめんね」みたいな感じになって、でもなんかそうやって言ってくれたんで、そうだなと思って、ちょっと俺ももうちょい気利かせようと思って、そっからは率先して先輩の機嫌を取るとか、先輩の周りの仕事をやるとかに対して動けるようになって、高2の時に1個上の先輩で柔道すごい強い先輩がいて、でその付き人だったんですよ、そいつが。で自分が自主トレしてる時にその先輩も自主トレしてて、その先輩とちょっと話すようになって、私が。そしたら自動的に付き人だったそいつともなんかまた話すようになって、高校3年生の時にはもうなんか2人でめちゃ仲良くなってましたね。でもう同じクラスで2人でふざけて先生困らしてみたいな。学年の中では結構ヘンリーとあいつはなんかおもろいコンビだよねみたいな話では通ってましたね。高校生の頃のやつらがこの動画見て「そんなことねえよ」みたいな感じで言われたらちょっと悲しいんで、あんまり大げさなこと言わないですけど、とりあえず仲良かったです、そいつとは。反抗期とかっていうのは高校ぐらいから出てきた？強いて言うなら、私が高校1年生の時に、寮の点呼が9時なんですけど、9時以降は絶対外出しちゃいけないんですけど、親と外食する時だけは点呼がなしになるんですよね。で親飯っていうんですけど、私が初めて親飯に行った時、確か6月とかだったかなに行った時に、父親と母親ともうほんと久しぶりに会って、学校どうだみたいな、きついみたいな、もうわーってなってて、でもご飯一緒に食べてすごい嬉しい、楽しかったんですけど、食べてる途中でなんか「お前将来どうすんの?」みたいな、考えてるみたいなこと言われて、それに対してなんか私「いや俺格闘家になりたいんだよね」みたいな、総合格闘技やりたいみたいな感じで言ったのを親父がそれに対してキレて「お前ふざけんなよ」みたいな「お前そんなんやらせるために育ててきた覚えはないぞ」みたいなと言われて、うるせえみたいな。そんな俺がやりたいことを拒絶する親なんてこっちから願い下げだみたいなこと言って、初めての親飯なのに15分ぐらいで出てって、で7時半ぐらいには帰ってましたね。そうっていうのはありましたけど、でもそれ以降はもう親父には総合格闘技やりたいっていうのは一言も話さなかったですね。大学で剣道やめるまで言わなかったです、親には。総合格闘家っていうのは
そうですね。なんでそうなんかバキを読んで、バキでなんか誰しもが世界最強に憧れるが、みんながこう諦めていくみたいなことが書かれてたんですよ。バキのなんかその名台詞みたいな。それを読んでなんか、いや俺ちげえしみたいな感じで思って、そのセリフにすごい腹立って、絶対俺格闘技やると思って格闘家になりたいっていうのは明確に思うようになりましたね。剣道を打ち込んで、フィールドが違うもの、そっちに行こうって思う。そのめっちゃ仲いいやつに、なんかお前棒持たなかったら弱えもんなみたいなこと言われて、うぜえ、そうそれもうぜえと思って、だからそれですね。なんか全部うぜえと思ったから始めるっていう。漫画のセリフもうざい、しない持たなかったら弱えもんなって言われたのが、はあうざみたいな、しない持たなくても強くなってやるって言って明確にやりたいと思ったのがきっかけですね。はい、俺世界最強目指すかなみたいな。格闘技はその見るのとかテレビとかはよく見てた？別にそんな見てないですね。まあそのちっちゃい頃プライドを親父が大晦日とかで見てたんで、それをちらっと見るぐらいで別になんか好きと思ったことはあんまないかな。なんかスポーツ自体あんまり面白いと思ったことないですね。まあ、ラグビーバスケは面白いけどね。あんま面白いと思ったことないかな。はい、ということで今回は1歳から振り返ろうの中学高校編でした。また次回もぜひご覧いただけると嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。女の子好きだったんですね。女の子が好きっていうほど女の子のあれこれ知ってるわけじゃないけどね。未知に触れたいっていう